皆さんこんにちは。今回は東京にあるがっかりスポットを紹介したいと思います。以前日本のがっかりスポット6選を取り上げたのですが、今回はエリアを東京に絞って改めてまとめてみました。東京には有名な観光地が本当にたくさんありますが、実際に行ってみると思ってたのと違うと感じてしまう場所もあるんです。そこで今回は個人的にちょっとがっかりかもと思う東京の観光地と、それに代わるおすすめスポットも合わせてご紹介していきます。これから東京観光を予定している方はぜひ参考にしてみてください。まずは浅草仲見世通りです。浅草といえば東京観光の定番中の定番。ガイドブックや SNS でも東京に来たら絶対行くべきと紹介されている超有名スポットですよね。でも実際行ってみるとちょっとがっかりだったという声も意外と多いんです。その理由は大きく3つあります。まず1つ目はとにかく人が多すぎることです。特に土日や祝日は大混雑で前に進むのもやっと。歩きながらお店をゆっくり見るのは難しいです。2つ目はお店の内容が似ていること。せんべい、人形焼き、お土産 T シャツ、浅草グッズ。雰囲気はあるんですが、これ全部同じようなお店じゃないと感じる人も少なくないです。そして3つ目は観光地価格が高いこと。同じような商品でも少し裏通りに入ると半額近い価格で売られていることもあります。雰囲気は楽しかったけど結局何も買わずに通り過ぎただけだったという声もよく聞きます。とはいえ浅草自体はとても魅力的な街です。歴史ある浅草寺や雷門をはじめ下町らしい情緒あふれる街並みが広がっています。そんな浅草をもっと楽しむためにおすすめなのが裏通りの奥浅草エリアです。仲見世通りを抜けて浅草寺の裏側まで足を伸ばすと観音裏と呼ばれる静かで落ち着いた雰囲気の街並みに出会えます。ここには昔ながらの商店街や神社が点在しているほか、レトロな喫茶店や古民家をリノベーションしたおしゃれなカフェ、雑貨店も多く、じわじわと人気が高まっている注目のスポットです。ということで、浅草を楽しむなら、奥浅草でレトロ喫茶や和スイーツを楽しみながら、地元ならではの文化や歴史に触れる、そんな落ち着いた散策スタイルもぜひ試してみてください。次にご紹介するのは、渋谷スクランブル交差点です。テレビや SNS でもよく目にするあの光景。観光で東京を訪れた外国の方の多くが一度は立ち寄る場所だと思います。でも実はここ、初めて行った人ほど思ってたより普通と感じることが多いスポットなんです。その理由はとてもシンプルで、ただの大きな交差点だから。確かに5方向から人が一斉に横断する様子は迫力があるし、映画や CM で見たことがある人にとってはおおとなる瞬間もあるでしょう。でも現地に行ってみると特別な建物があるわけでもなく、ただただ人が行き交っているだけ。渋谷交差点は世界一混雑する交差点として知られていますが、平日でも常に人が多くて写真を撮ろうとしてもそれどころじゃない状態になりがちです。ではそんな渋谷交差点をもっと楽しむにはどうすればいいのか、おすすめの方法を2つご紹介します。1つ目は夜に行くことです。日が落ちた後の渋谷はまるで別の街。ビルのネオン、車のライト、そして人々の流れ。あの交差点が映画のワンシーンのように輝き始めます。しかも夜は意外と人が少なくなる時間帯もあるので、タイミングが良ければ交差点の真ん中で写真を撮ることもできます。写真好きな方には断然夜の訪問がおすすめです。2つ目は建物の上から眺めること。この活気に満ちた交差点をただ地上から眺めるだけではもったいないと思いませんか？実は渋谷にはこのスクランブル交差点をパノラマで楽しめる特別な場所がいくつもあります。例えば渋谷スクランブルスクエアの屋上展望施設渋谷スカイ。地上約230メートルからの360度の眺望は圧巻で、スクランブル交差点はもちろん東京タワーやスカイツリー、さらには天気が良ければ富士山まで見渡せます。また高層複合施設渋谷ヒカリエ11階のスカイロビーは無料で利用できる展望スペースです。大きな窓から広がる渋谷の街並みは開放感があり、賑やかな雰囲気を気軽に堪能できます。
さらにスクランブル交差点の目の前にあるスターバックスコーヒー渋谷蔦屋店も人気スポット。窓際席からはガラス越しに行き交う人々を間近に眺めることができます。運よく窓際の席に座れればコーヒーを片手に渋谷の鼓動を感じられるでしょう。つまり渋谷スクランブル交差点の魅力は交差点そのものよりもどう見るかによって大きく変わります。思ったより普通だったなと感じた人は夜にもう一度訪れるか構想から見下ろしてみるのがおすすめです。ということで渋谷スクランブル交差点は期待しすぎるとがっかり、でも見方を変えれば印象的な体験になる、そんなスポットです。次にご紹介するのは原宿竹下通りです。若者カルチャーの聖地として知られ、 SNS や旅行ガイドではカラフルで可愛いお店が立ち並ぶ夢のようなストリートとして紹介される人気スポットです。でも実際に行ってみると、あれなんか違うかもと感じる人も意外と多いんです。その理由としてよく挙げられるのが、やはりとにかく混んでいること。土日や祝日はもちろん平日でも人通りが多く、通り自体もかなり狭いので立ち止まって写真を撮る、気になったお店にフラッと入るといったことがなかなか難しい状況です。そしてもう一つのがっかりポイントは、意外と買いたいものがない問題。もちろんカラフルで可愛い雑貨や洋服、スイーツなどは揃っているのですが、値段が高めだったり品質にちょっと不安を感じたりして結局何も買わなかったという人も少なくありません。そんな竹下通りはちょっと疲れたなという人におすすめなのが中目黒と代官山です。この2つのエリアは原宿と同じようにおしゃれで写真映えする街という点では共通していますが、人が少なめで落ち着いた雰囲気が魅力なんです。まずは中目黒。目黒川沿いにはおしゃれなカフェや雑貨店が立ち並び、春は桜、夏は新緑、秋は紅葉と四季折々の景色も楽しめます。ローカル感がありつつもセンスのいいお店が多く、東京の流行に触れながらのんびり過ごせる場所として人気です。そして代官山。こちらは静かなおしゃれの代表格。裏路地に入れば古民家をリノベーションしたセレクトショップやブックカフェが点在していて、買い物を楽しむというより街そのものを楽しむスタイルが似合うエリアです。写真映えする小道や壁も多く、ただ散歩しているだけで気分が上がります。ということで、原宿竹下通りの喧騒がちょっと合わなかったという方は、次の東京旅で中目黒や代官山へも足を運んでみてください。同じおしゃれでももっと大人っぽくて落ち着いた世界が待っていますよ。続いてご紹介するのは銀座です。言わずと知れた東京の高級ショッピングエリアで、三越、和光、松坂屋といった老舗百貨店が立ち並ぶ、まさにザ上品な買い物の街といったイメージの場所です。確かに建物の外観は美しく、ブランドの品揃えも圧巻。ウィンドウショッピングをしているだけでもちょっとセレブな気分になれます。ただ実際に買い物をしようとすると話は別です。正直なところ、値段が高すぎて結局見るだけで終わってしまったという人も多いのではないでしょうか。例えばハイブランドのバッグやジュエリー、時計などは10万円から100万円以上なんていうのは当たり前。見ている分には楽しいけど手が出ないという声は本当に多いです。さらに銀座の百貨店は店内の雰囲気もとても上品で静か。入って大丈夫かな、何も買わないのに見ているだけってちょっと気まずいなとプレッシャーを感じることもあるかもしれません。そんな人におすすめなのが新宿ルミネと吉祥寺アトレです。まず新宿ルミネはトレンド感のあるセレクトショップや雑貨店、カフェが充実したモールで、若者から大人まで幅広く楽しめる場所です。価格帯も比較的手頃で、これなら買えるかもと気軽にショッピングができるのが魅力。カフェやレストランも豊富なので、買い物だけでなく食事目的でも楽しめます。もう一つのおすすめは吉祥寺アトレ。住みたい街ランキング常連の吉祥寺にあるこの施設は、ローカルな親しみやすさとおしゃれを兼ね備えたモール。生活雑貨、文房具、アパレル、スイーツ、カフェなどがコンパクトにまとまっていて、見て、買って、食べての全てを気軽に楽しめます。
銀座でのちょっと特別な体験ももちろん素敵ですが、実際にお金を使って楽しみたいなら新宿や吉祥寺の方が満足度が高いという人も多いはずです。もし銀座で気疲れしてしまったら、ぜひこうした身近で手が届く東京のおしゃれエリアにも足を運んでみてくださいね。最後にご紹介するのは東京スカイツリー展望台です。せっかく東京に来たから高いところから景色を見たい、そう思ってスカイツリーを訪れる人も多いのではないでしょうか。高さ634メートルという世界でも屈指の超高層タワー。その展望台からの眺めはまさに東京を一望できるはず。ですが実際にはちょっと微妙だったという声もちらほら聞こえてきます。その理由は大きく3つあります。1つ目は料金が高いこと。展望台への当日券は大人で2100円から3100円。カップルや家族連れだと出費もかさみ、ちょっと登って終わりにしては高くないと感じる人も多いです。2つ目は天気に左右されすぎること。曇りや雨の日だと文字通り何も見えないというケースも、予約制だと当日の天候に関係なく料金が発生してしまい、せっかく来たのに真っ白だったという残念な体験になってしまうこともあります。3つ目は高すぎて逆に見えづらいこと。これは意外と盲点ですが、あまりにも高すぎると街並みのディテールが見にくくなり、東京の生きてる感じを感じたいという人には物足りなく感じてしまうかもしれません。そこで東京スカイツリーはちょっとハードルが高いなという人におすすめなのが、東京都庁の無料展望台と六本木ヒルズの展望台、東京シティビューです。まずは東京都庁。アクセスもよく新宿駅から徒歩圏内、しかもなんと無料。地上202メートルの高さからの眺めは意外と迫力があり、晴れていれば富士山や東京タワーも見えることがあります。お金をかけずに東京の景色を楽しみたいという人にぴったりな穴場スポットです。次に六本木ヒルズの展望台、東京シティビュー。こちらは有料ですが、スカイツリーよりも程よい高さで、街の立体感や光の流れがしっかり見えるのが魅力。特に夜景が絶景で、東京タワーを真正面から眺められる贅沢なロケーションです。美術館やおしゃれなカフェも併設されているので、デートや観光にもぴったりです。東京スカイツリーのスケール感は確かにすごいですが、もっと近くで東京の街を感じたい、コスパも大事にしたいという人には、東京都庁の展望台や六本木ヒルズの展望台の方が満足度が高いかもしれません。いかがでしたか？今回は東京にあるちょっとがっかりしてしまうかもしれない観光地と、それに代わるおすすめスポットをご紹介しました。皆さんの東京旅行の参考になれば嬉しいです。それでは今日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。